皆さん、こんにちは。ひものです。ただいま、パソコンが重すぎて、私が全然動きません。ごめんなさい。手を動かすことができません。なんでね、こんなにね、今ね、パソコンが重いかっていうと、今回、皆さんにお届けする動画は、メイキングなんです。目のメイキングを皆さんにお届けしようと思ってて、前回ね、チャンネルアートのメイキングをやったんですけど、あれなんかメイキングとは名ばかりの、ただの早送り動画みたいになっちゃったので、今回はね、真面目に講座をやりますよ。目をね、よくね、褒めていただけるんですよ。私なりの目の描き方をちょっと皆さんにお伝えできたらなと思って。で、そのね、動画をね、10時間ぐらいぶっ続けで撮っちゃって、10時間分の動画が今パソコンの中に入ってるので、そのせいで今めちゃめちゃ重いです。ということで、早速書き始めましょう。今回はね、音声は後付けです。実際に書いてる時はもう超無言で超無言で書いてました。今回正面向きの目と斜め向きの目、この2つを描いていきたいと思うんですけど、正面向きの絵はね、以前ちょっと線画で止まっていたイラストをね、流用したいと思っておりまして、葵ちゃんですねということで、ちょっと以前描いた葵ちゃんの線画をね、ちょっとだけ流用したいなと思っております。ということで、まずは線画をね、描いていきます。でね、私ね、超絵柄不安定マンなのでちょっと描くたびにね、描く方法が変わってしまっていて、申し訳ないんですけど、以前のね、チャンネルアートを描いた時は、クリップスタジオで線画を描いてたと思うんですけど、フリースタで線画を描くのがなかなか肌に合わなくて、今は普通にフォトショーで描いております。フォトショーでね、普通に丸ブラシで線画を描いていきます。フォトショーで線画を描くって言うとね、フォトショーで線画なんて描けるのすごいじゃんっていう人いると思うんですよ。フォトショーって実際そこまで線画に特化したソフトではないので、昔はね、筆圧、手ブレ補正とかもね、なかったのでね、フォトショーで線画描けるのって思うと思うんですけど、私、フォトショーにね、こう補助アプリみたいなのを入れておりまして、それがね、レイジネズミプロっていう筆圧補正、筆圧違う。手ブレ補正のね、ソフトを入れておりまして、これを Photoshop と連動させるとね、めっちゃね、綺麗に描けるんですよ、線が。それでこんな感じで描いております。で、まつげを描くときに、このまつげのね、中をね、塗る人とね、塗らない人、後で塗る人がいると思うんですけど、私は最初にこうやってザカ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 って塗ってしまってます。で、あえてちょっとね、こう、塗りムラを出すことで、なんだろうな、毛束感毛束感を出したいなと思っております。そう、このね、レイジネズミプロっていうね、アプリはすごいですよ。私はね、全然使いこなせてないんですけど、パースを引けたりとか、同心円状に線を引けたりとか、いろんな機能がありますので、まつげできました。反対側も描いていきます。早回しするとね、すっごい目がチカチカしちゃうと思うんですよ。これ申し訳ないんですけど、すごい私がズームインとズームアウトをね、めちゃめちゃ繰り返すせいですごい目がチカチカしちゃうと思うんですけど、これにはちょっとした理由があって、私ね、左利きなので、左手で書いて、右手でいろんなツールの操作をしてるんですけど、右手ってマウスじゃないですか。だからマウスでこうやって一旦ズームアウトして、でお目当てのところにズームインしてっていうので、基本的にキャンバスの移動をしてるんですよ。右利きの人はキーボードでね、移動ツールで移動させながら、これ絵描いてる人にしかわかんないと思うけど、移動ツールでキーボードでカチャカチャやりながら移動しながら描くと思うんだけど、私はマウスでこうやってズームインズームアウトしながら描くので、それでね、めちゃめちゃ早送りにすると画面がチカチカしちゃって申し訳ないです。よし、葵ちゃんなんでねもう描きましたよ。泣きぼくろも描きました。はい、ということで線画ができました。ちょっとね、こっから顔というか全体の線画もね、描いてしまうんですけど、それはね、割愛します。よし、できました。
いやー、相変わらずこの下塗りの段階は絵の魅力が死んでしまっていて、私はとても苦手です。さてさて、それではお楽しみの色塗りに行きましょう。まずはね、白目を塗っていきます。いつもね、影の色とかはね、適当に選んでます。ブラシは昔は普通にただの円のハードブラシ使ってたんですけど、ちょっと最近のね、私のトレンドが 50% とか 70% ぐらいまで硬さをね下げたちょっと柔らかめのブラシで塗るのが最近のハマりです。ちょっとね、最初色が濃すぎたので後からどんどん色を変更してます。今回ね、葵ちゃんの瞳の色青いのでだいぶ紫がかった灰色で塗ってます。灰色もね、真灰色っていうの一切色味がない灰色は実はちょっと浮いちゃうので、ちょっとだけね色味を入れるとねそれっぽくなりますよ。私は赤い瞳の時はちょっと赤っぽくするし、青とか紫の時は紫っぽくするしって分けてます。でちょっと消しゴムで削ったりとか、ちょっとぼかしたりとかいろいろして白目ができました。よし、次お楽しみの瞳を塗りたいと思います。今回の講座のメインです。いやー、瞳私ね描くたんびに描き方が変わるので申し訳ないんですけど、今のね塗り方ってことで、まずは1段階濃い青でこんな感じでボボボボボって塗っていきます。最近はねちょっとこうなんだろうな、わざとね塗りムラを作るのが好きです。でこうスポイトでね中間の色を取ったりとかしてボボボボボって塗っていきます。はい、そしたら次瞳孔を描きます。このね瞳孔はね正面への時はど真ん中に来るように頑張ります。これがねずれるとねちょっとよろしくないので、でこのね左右の目の瞳孔の高さは合わせないとねすごいね歪んでしまうので、絵がそこはね頑張って合わせます。そしたら今度このね目のね縁をねこんな感じで塗っていきます。同じ色で。ほい、できました。そしたらこのままではちょっと色がね周りの色がきつすぎるので、今塗ったレイヤーの透明度をブロックじゃない透明度を保護してちょっとだけね下の方の色を薄くします。よし、そしたら新しいレイヤーを作って定山でさらに上の方を黒くします。最近は思いっきり黒くするのが好きです。だいぶなんか目が死んでいるけれども後からキラキラするので、そう、私がね瞳で大切にしたいというかこだわってるのはキラキラ感とうるうる感です。と透け感。今はキラキラ感もうるうる感も透け感もないけど後からどんどん出てくるのでお待ちください。次は一番暗いもう本当に黒に近いぐらいの色でこの瞳孔をねちょっと縁取りをつけます。周りのこの縁にもこう縁取りをつけます。なんだろうな、サイの水彩協会みたいな感じでどんどこどっとつけていきます。さあさあさあ、これで影を落とすのはだいたい終わったので、次はハイライトをどんどこと描いていきますよ。まずは下の方の目の下の反射のハイライトを入れます。まず適当に水色でジュジュジュっと描いて、これね大焼きカラーにするんですけど、これね知らない人いるかもしれないけど、フォトショップとねサイとかクリスタとかの他のイラストソフトではねちょっとねレイヤー効果のね見え方が違うんですよ。これをね同じような感じにするにはこのレイヤーをダブルクリックして、ほい、このね透明シェイプレイヤーっていうところのチェックを外すんですよ。外すとねこの大焼きとか火山ちょっと呼び方わかんないけどのねレイヤーのね効果がすごい綺麗に発色が綺麗になると思います。これ知らない方ぜひやってみてください。でこれもねこの
フォトショップには不透明度と塗りっていうね、2つのパーセンテージがあるんですよ。このレイヤーの効果に。これが不透明度を下げるんじゃなくて、塗りの方のパーセンテージを下げると、よりね、発色が綺麗になります。比べてやってみるとね、歴然だと思うんですけど、不透明度だとこんな感じでしょ？これがね、塗りだとね、こんな感じなんですよ。全然発色が違うでしょ？これで一旦ちょっとね、グググっと下げてから、もう一個レイヤーを追加して、今度はオーバーレイで華やかさを足します。よいしょよいしょよいしょとな。だいぶ下の方が鮮やかになりました。そしたらもう一回同じような要領で大焼きカラーのレイヤーを作って、なんだろうな、こう目の部分のね、ハイライトというか模様というか、これを描き入れます。これも不透明度を調節、塗りだった塗りの方を調節します。でこの辺でちょっとこうニュアンスをね追加したりだとか、あとこう反射っぽいのピッて入れたりとか、この辺はいつももうノリでやってます。ノリでやってます。気の済むまで、それっぽいなーって思うまでノリでやっております。さあ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 、どうでしょうか。だいぶ瞳っぽくなってきました。さあ、お待ちかねのハイライトを入れますぞ。まずね、線画のレイヤーの上にレイヤーを作ります。そして今度は普通の硬いブラシで、さあハイライトを入れましょう。この瞬間がね、めっちゃ好きなんですよこんな感じで、ほら全然違う、目に光が宿りましたへへへへこれをね、この時もこのハイライトの位置と形はね、左右でちゃんと合わせてください。斜めだとね、割とごまかせるんですけど、正面だとね、合わせないとね、変になるので頑張って合わせます。このね、片側にもピッてつけます。はい。で、普通はね、ここで終わりなんですけど、この次ね、ちょっと私なりのポイントです。今作ったハイライトのレイヤーの下にレイヤーを作ります。で、水色、明るめの青を取って、これ、赤い目だったら明るめの赤ね。取って、今作ったハイライトレイヤーの縁取りをするように、こんな感じでちょっとだけ色を入れていきます。これがね、うるうる感を演出するのにとても大切なんです。うるうる感、キラキラ感で、このねレイヤーね、ちょっと瞳の中の方に反射してる光とかも適当に入れておきます。よし、だいぶキラキラしてきました。でもまだ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 こっからですよ。こっからが一番好きなんだ。こっからが一番好きなんだ。反射光を入れます。反射光はね、紫、灰色がかった紫かな。で、このね、一番黒くなってるハイライト入れた反対側の方に、もうどでかくドドドンと入れます。最近はね、この瞳孔にかかるぐらいどでかくハイライトを入れるのが私の、なんだろうな、流行り着物の中でのトレンドです。こんな感じで入れます。これをちょっとね、エアブラシの消しゴムで削って今度は普通に不透明度をぐっと下げます。どうですか、どうですか、ツヤ感キラキラ感。こっからはもうね、趣味の世界ですよ。もう好きなところに好きな光を入れて、ここの辺に来るとファンタジーなんで、ちょっとなんだろうな、現実の光と影というよりはこうファンタジーの感じで、好きなところに好きな影を入れて、今回はスクリーンにしました。スクリーンにして透明度下げてみたいな感じで、ちょっと納得いくまでキラ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 させます。で、このハイライトの反対側にちょっとだけ紫を入れて、
これもね毎回ねちょっと納得いくまでいろんなレイヤーの合成モードとか不透明度とか色とかいつもノリでやってるので、これだっていう正解がないのでうまく言えないんですけど、で最後にちょっとこう瞳のね丸い感じを出すためにこんな感じでハイライトを入れたりもします。さあだいぶできてきましたが、ここで2つ目のポイント。このね瞳のこの元々のレイヤーの下にこのレイヤーを作ります。そして明るめの青でこのねまた縁取りをねつけていきます。これが瞳のうるうる感に一役買うんですぞ。でこうデカめ効果もありますんで、カラコンみたいな感じでしょうか。こういってあるとね線側も馴染むので、さあ瞳ができました。どうでしょうかどうでしょうか。でもねまだまだ目全体の完成度としては 50% ぐらいでございます。次も大切、こんなまつげの描き方。まつげねこれでね完成じゃないんですよ全然。ここからねまつげを加工していきます。まずは濃い茶色かな、赤茶色かなで、このねまつげの先っちょの部分を色をねこうやってのせていきます。なじませていきます。透明度を保護してなじませていきます。でついでなんで顔の他の他の色も変えちゃいます。他の線画の色もね変えちゃいます。これだけでも全然なじみ方が違うでしょ。でまつげの一番出っ張ってるトップの部分にこれね私2通りやってるんだけど、目の色を透けさせるか髪の毛の色を透けさせるか。今回とか普段のイラストとかは目の色を透けさせるし、狼の衣装の時はね髪の毛の色を透けさせてた。最初に濃いめの青を塗ってから明るめの青をこんな感じでこんな感じで塗っていきます。そうまつげにもねハイライトをね入れるとね結構いいですよ。うるうる感出ますよ。でこのねピンク色で細いハイライト、髪の毛にハイライト入れるみたいにこうやってまつげにもねハイライトをね入れてねこんな感じでね入れてね、どうでしょうか。だいぶお目当てに近づいてまいりました。で肌の塗り方になっちゃうんですけど、ちょっとね肌と目をなじませるための方法もここでお伝えしておくと、目の周りにねちょっと赤目を足すといいですよっていうね。特にこのまつげの先端にこうやって赤目をね足すとすごい馴染みますよっていう。二重はねこんな感じで一部分だけ影を入れたりします。こんな感じでね頬を入れたりとかね。もうこの辺になってくるとね普通の肌の塗り方になっちゃうので、この辺で今回は終わりにしておきますけれども、目が完成いたしました。イエーイどうでしょうかということで瞳は完成しましたが、まだまだこの絵自体は 5% ぐらいしか完成してないので、ちょっとここから急ピッチで仕上げたいと思います。はい、完成しました簡単にサラサラっと描くつもりが愛が暴走してしまいましてめちゃめちゃ真剣にすごい書き込んでしまいました。ぶっちゃけ仕事のイラストよりも丁寧に描きました。いやーやっぱ好きなもん描くのは楽しいですね。好きな人を描くのは楽しいですよ。でね暴走しすぎて
表情差分も作ってしまいました。このさ、わかる？この笑顔。このさ、歌ってる時とかもさ、いのさ、段のさ、発音する時にってなるの。にってちょっとこう、眉毛がキュッてなってさ、白い歯見せて笑うのが、この顔が本当に好きでさ、だからちょっとそれを再現してみました。で、こう、笑う時にさ、下まぶたがさキュッて上がってさ、このさ目がさ隠れるのがさめっちゃ好きなの。わかる？これねちょっと髪の毛もねこだわったんだけど、髪の毛の話はまた別の機会にしますね。ということで、できましたこの葵ちゃんのイラストの描いてる過程も一応録画したんですけど、これ見たいですか皆さん今回はこれで終わりにしますけど、もしかしたらまた別の機会に葵ちゃん描いてみたって言ってあげるかもしれません、このイラストのやつで。こっからはほとんどおまけみたいなもんなんですけど、斜め向きのイラストもねせっかくなんで応用で描いていきましょう。次はね私ですねで最近ね私ラフをモノクロで厚塗りで描くのにすごいハマってて、めっちゃ楽しいんですよ。ラフをこうガザ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 って1枚のレイヤーでガザ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 って。ということでラフはもうすでにできておりますので、さっきと同じように線画を描いてしまいます。はい、できた。で、なんで斜めと正面で2つ描いたかっていうとね、ちょっとね描き方がね斜めだとね見え方が変わるので、ちょっとそれの説明をしようと思って。主に変わるのが瞳孔の位置と周りの縁取りのね比率がちょっと変わります。なんでかっていうと、ちょっと待ってね。はい、死ぬほど下手な図で申し訳ないんですけれども、こんな感じで目っていうのはガラスのガラスのドームみたいなのがパコってはまってるイメージで、実際のその瞳孔がある部分って確かちょっとへこんでるんですよ。だからこうやってこっち側を見てたりとかする斜め向きの目の時って瞳孔がねすごい見てる方向に寄るんですよ。片側にめっちゃ寄るんですよ。ちょっとそれをね表現したいのと、こんな感じで縁ができるので斜めだとそれをこう縁取りで表現しましょうしませんかということで、あとはね一緒です。あとは基本的に塗り方は一緒ですので、もうポンポンと割愛してしまいます。ほい。でさっきのね葵ちゃんのイラストは目がね目玉が完全にまつげと離れてたのと、下まつげを描かない描き方だったんですけど、私の普段のイラストはね下まつげをがっつり描くので、その場合はこんな感じで下まつげの部分にもハイライトを入れたりとか、上のまつげにもハイライトを入れてちょっとこう分離させたり、分離というか強調させたり、エッジを強調させたりとかしてます。ということでできましたこれ私の今のアイコンなんですけど、ちょっとね今ね大事なものが足りてないので、それを適当じゃねえや、それをね簡単に書き加えましょう。
はい、ということで、ただの紐のもどきからメガネをかけてちゃんとした紐のになりました。ということで今回のメイキングいかがだったでしょうか。ちょっと前回に比べてかなり説明とかも頑張ったつもりなんですけど、ちょっとでも参考になっていたら嬉しいです。こんな感じでね、今後は部位ごとになんかいろんな書き方とかを紹介していけたらいいなって思うのと、あとはね、私フォトショップをよく使うので、そういうツールの説明をしたいなと思っていて、次回はね、パスのお話をしたいと思っております。パスって何ぞやって思う人はチャンネルアートのメイキングでちょっとだけお話ししたので、そちらをご覧いただければと思います。いや、パスはめっちゃ便利なんでね、ぜひぜひ使ってほしい。ということで今回は瞳のメイキングでしたそれではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。